彼女がやってきたのは、セミの鳴き声がしつこく耳にまとわりつく季節だった。福田彩。定時制の高校に通うその子の髪の毛は金髪で、やけに短いスカートを履いていて、見るからにヤンキーだった。俺、岡本隆之は恐る恐る彼女に声をかけた。俺の方が年上だし、このコンビニで働いている期間だって長いのに、生まれてこの方、ずっと影キャラだった俺は、つい下手に出てしまうのだ。何？彼女は決まって不機嫌そうに返事をする。客には決してそのようなことをしないのは、俺がベテラン浪人生で予備校に通っているから見下しているのだろう。自分でもよくわかっている。置かれている状況のせいで自分自身を苦しめていることくらい。しかし、厳しい父の言いつけで有名大学以外には進学させてくれない。もし高卒という道を選ぼうものなら感動すると宣言されている。一度俺の頭の中を親父に見せてやりたい。親父が望む人間になれる器があるのならば、遠の昔に大学に入っている。両親から逃げられない弱い自分が憎らしい。そろそろトラック来るから検品準備を始めようかと思って、今日は君に任せてもいい？トラックから運び込まれた商品と注文リストが一致しているか確認をして、それから一つ一つ棚に丁寧に陳列してくれればいいから。少し重労働だけど、コンビニでの仕事ではつきものだし、その間、俺はレジを担当しておく。サボりたいわけじゃない。ただ、ここに来て以来、君が検品している姿を見ていないから、先輩として仕事を覚えてもらいたいって気持ちで、なんて脳内で繰り返した後、出てくる言葉は決まって、俺が検品するからだ。あっそ。どうしてこうも彼女に言えないのだろう。言い返されることが怖いのか？でも、一度も言い返されたことなどないじゃないか。短い返事しかされないし。一緒にシフトに入ったところで盛り上がる話もないし、福田さんと一緒の時は時間がいつも以上に長く感じられた。しばらくしてトラックが到着すると、ちょうどオーナーの加藤さん夫婦もやってきた。今日から新作が入るのよ。なんでも無農薬農家が作ったお惣菜パンですって。と、トラックから出てくる商品を一つ一つ手に取りながら眺めた。ほら、ここら辺のコンビニはうちだけでしょ？スーパーも遠いし、近所の人たちが健康に気を使いながら美味しいパンを食べたいっていうもんだから。と、奥さんが笑う。町内唯一のコンビニはアパートと併設された古びた建物の1階にある。棚もレジも古く、バーコードを読み取る方式ではなく手打ちしなければならない。はじめこそ面倒で仕方がなかったが、暗算の練習と思えば楽勝だ。話聞いてる？岡本くん。とオーナーに声をかけられると、はっと我に返った。商品が増えたから覚えることがあるけれどよろしくね。もちろんです。あの惣菜パン、見るからにまずそうだが、売れるのだろうか。ある日のこと、自転車で予備校に通っていると福田さんを見かけた。何やら地味な男の子と路地裏に入っていって、まさかいじめをしているのではないかという不安がよぎった。野じ馬的思考も持っている俺は、二人の後をこっそりついていくことにした。じめっとした日陰の道が続く。
あまり距離を詰めると隠れる場所もなくすぐに見つかってしまいそうだったので、路地裏の入り口付近に立ち止まり、目を凝らしてみることにした。あ、案の定、道の半ばで二人は向かい始め、地味めな男の子がポケットから何やら取り出した。これ以上見ていると、こちらも共犯者になってしまうと思った俺は、急いで自転車にまたがり、強くペダルを何度も押し込んで風を切った。オーナーはなぜあの子を採用したのだろう。アルバイトなら俺ともう一人の道重くんで十分足りている。それに最近レジ金が合わないことが増えた。とても小さな額なので俺が補填しているが、もしかすると彼女の仕業ではないだろうか。こういったこそ泥は気づかれない額を取っていくという。でも俺はものすごく真面目で、自分のシフトが終わるタイミングで必ずレジ金を数えるのだ。いつか言おう、いつか言おうと考えながらも、高齢のオーナー二人のことを思うと、お金が盗まれている事実を打ち明けるのが忍びなかった。きっと二人はひどく落ち込んでしまうだろう。どんな人間にせよ、一度は信じた相手に裏切られているのだから。俺はこの状況をどう解決していくのか頭を抱えた。検品の件ですら福田さんに言い出せない自分が、この件に関して彼女に踏み切れるとは到底思えない。かといって警察にいきなり突き出すわけにもいかないし、道重くんに相談するか？いや待て、もし彼に言って変な噂でも回されたらたまったもんじゃない。できるならば一人でどうにか解決したいところだ。考え事をしているせいか、シャーペンの芯が今日はよく折れる。そうだ。いつも彼女の方が俺より後に退勤するから、彼女よりも長いシフトに入ればいいのだ。それで様子を見計らって現行犯で、と想像するだけで身震いした。逆に脅されたりしたらどうしようか。路地裏に連れて行かれた男の子を思い出すと、鼻の奥がツンと痛くなった。現状、あのコンビニを守れるのは俺しかいない。予備校に通い始めて幾度となく季節を過ごしたあの場所は、俺にとって第二の家でもあるのだ。翌日、早速福田さんとシフトが重なった俺は、俺の後に入る予定のアルバイトに3時間ほど時間を延ばしたいと頼み込んだ。準備はバッチリ。どんとこい。やるならきっと俺が休憩に入った時だろう。監視カメラを用心深く見ておくからな。ねえ、岡本さんはいつまで予備校に通うつもりなの？突拍子もない問いかけに思わず声が裏返る。いつまでって、そりゃ大学受かるまでだよ。受からなかったら？だから受かるまでって言ったじゃないか。30歳になっても予備校生なの？バカ言わないでくれよ。誰が30歳まで予備校に通うんだ。俺は後ろに設置されたフライ機で唐揚げをいくつかあげた。誰って、大学に合格しなかった岡本さんよ。どうしてそんなことをしつこく聞くんだ。確かに俺は何でも受験に失敗している。だけど受験というのは実力はもちろんのこと、運だって必要になってくる。つまり俺は運が相当悪いってわけだ。勉強ができないわけではないはず。30歳まで合格しなかったらやばいだろ。じゃあ今はやばくないわけ？ぎっくり。確かにやばい。さすがにやばいとは思い始めてきた。
何せあんなにいたはずの予備校同級生たちは年々減ってきて、今では年齢にそぐわない頭のハゲ方をしているアナイと俺だけしか残されていない。大半の人は合格するか志望校を諦めてしまった。そんなこと言って福田さんだってやばいじゃないかよ。初めての反撃。手に汗を握る。こんな時、絶対に相手から目をそらしてはいけないと何かの本に書いてあった。堂々と目をそらすことなく、低い声で落ち着いて話をする。そうすれば自分が優位に立てるはずだ。やばいって何が？彼女の顔を見たいが、唐揚げがもうすぐ出来上がってしまう。わざとではない。彼女の顔が怖くて見れないわけじゃない。ただ俺は仕事の一つとして、この油の底で黄金色になっていく唐揚げから目を離すことができないのだ。誰だって仕事を破棄できないはずだ。彼女が自分の真後ろに立っているのが分かった。路地裏で気弱な男の子にカツアゲをしていたこと、このコンビニのレジ金を盗んでいること。俺は必死に張り付いた喉から声を出そうとしたが、代わりに足が震えてしまった。で、何がやばいのよ。その髪色だよ。は？言えなかった。確信をつくことができなかった。逃げてしまったのだ。胃がキリキリと痛む。そんな髪色して、スカートも短いし、爪だって派手だし。今彼女はどんな顔をしているのか、こちらからは見えない。何言ってんの？だって今しかできないじゃん。もうすぐ就職するし。え？その瞬間、唐揚げのタイマーが鳴った。私、学校辞めて働くことにしたのよ。働くってその髪で？彼女は軽く俺の背中を叩いた。ばっか言わないで。予備校の先生が仕事を紹介してくれたのよ。まさか、いかがわしい仕事じゃないだろうな。ほんと、これだからガリ勉は。違うわよ。建築会社の事務よ。うちの学校は職業訓練も兼ねているから。うち母子家庭だし、社長は卒業まで待ってくれるって言っていたけど、コンビニより稼げるしね。やっぱりお金に困っていたんだ。とにかくその偏見やめた方がいいわよ。と彼女が俺のおでこにデコピンをすると、先に休憩もらうからと言ってバックヤードに向かっていった。今夜言えるだろうか。アルバイトを辞めるのであればなおさら言わなければならない。俺は廃棄となった唐揚げと新しいものを交換した。これ一つちょうだい。おいしいのよね。常連さんがお惣菜パンを持ってレジにやってきた。あなた食べた？いや、食べたことないっすよ。入ってくる量も少ないし。そうよね。今日は珍しく残っていたからびっくりしちゃったわ。そうだ。明日は雨らしいわね。どの常連も買い物ついでにレジで立ち話をしていく。どうせ客はめったに来ないし、暇つぶしにもなるから構わないが、話し相手がいない人生を思うと切なくなってしまう。あら、あやちゃんもいたのね。福田さんが休憩から上がってきた。お、三井さん、こんな時間に珍しいね。ほら、最近涼しくなってきたから夕方の散歩。このパン残っててよかったわ。朝は用事があって買えなかったのよ。
俺は福田さんの横でレジを打ち始めた。ねえ、そのパン150円だけど。俺は手元にあるパンの値札を確認した。確かに150円と書いてある。あら、いやーね、私気がつかなかったわ。他のもたくさん買っているから。すみません。と言いながら再び数字を打ち直した。ご機嫌な足取りで三井さんが店を去った後、福田さんは爪を退屈そうにいじり出した。あのさ、パンって一律100円じゃなかったの？何言ってんの？あのパンは特別なやつだから、入ってきた時に150円ってオーナーが話してたじゃない。それに値札だってつけてあるし。ここ最近納品タイミングのシフトに入っていなかったので、値札をつける作業もしていなかった。もしかしてずっと100円で売ってたの？俺は黙ってうなずいた。それから一つの正解を導き出してしまったのだ。もしかしてレジ金が合わないのは福田さんがシフトに入った時ではなく、俺がパンを打ち間違えた時ではないだろうか。どうすんの？と福田さんはじろりと俺を見た。どうするもこうするも、レジ金が合わないからと自腹を切って補填していたが、実際には自分のミスを自分でかばっていただけだった。そのことを正直に話すと、福田さんはお腹を抱えて笑った。自分のことを過信しすぎ。てか、私がくすねてたって思うの最低すぎ。ごめん。実は以前、気弱そうな男の子と路地裏でやりとりしているのを見て。カツアゲだと思ったの？本当にこれだからガリ勉くんは。あれはあの子のことを思ってよ。もともと小学校の同級生でゲームの貸し借りをしているんだけど、友達にこんな派手なやつとつるんでいると思われたら厄介なことになりそうだし。初めて福田さんと話が弾んだのだが、話せば話すほど彼女はとても素直で優しい子だと知り始めた。まあレジ金に関してはね、バーコードを読み取れるレジだったら間違いは起きなかったわけだし、このオンボロ手作業レジと手張りの値段シールのせいね。素直に謝りに行ったらオーナーも二度とこんなことがないようにってレジだけでも買い替えてくれるかもね。ああ、そうだな。元気出しなって。な、人は誰でもミスするし、それにまだ数千円くらいでしょ？これが何百万だったら辛いけど、安い勉強力だって。彼女の優しさに涙があふれそうになった。なんでそんなに優しくしてくれるんだよ。今までそんなに話したことなかったのに。別に、だってここで働いてる仲間じゃん。ただそれだけ。彼女はあっけらかんと笑った後、どうせ暇だし、ここの商品一個ずつ値段教えてあげようかと意地悪に笑った。明日は雨が降るらしい。帰り際に出入り口に滑り止めマットを忘れずに敷いて帰ろう。福田さんはお菓子コーナーから手を振って俺の名前を呼んだ。ほら、ここから値段確認するよ。これじゃあどっちがアルバイトの先輩かわからないな。